これが、早い次第に対する部分的な受けの定石ですね。7四歩とついてきた時に、ちょっとね王様と反対方に金が行くんですけれども、金銀の厚みで、飛車を抑えるということですね。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中俊二です。今回はですね、将棋大津で指しました対局の解説編をお届けいたします。今回は先手番石田流三間飛車をね相手に戦いました。石田流三間飛車はプロアマ問わずね非常に人気のある作戦の一つですね。細かい手順や、対応策、あるいはね先手石田流三間飛車の狙いなどをね大盤を使ってじっくり解説していきます。ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね早速対局の、振り返っていきたいと思います。本局、私は後手番ですので将棋大津の画面とは、上下逆になりますが、ぜひね見比べて、楽しんでいただければなと思います。本局は、私は後手番で相手方7六歩3四歩に7五歩と、7六歩にね8四歩ですとなかなかできないんですけれども、3四歩に対しては7五歩と3手目につくことで、これがね、石田流三間飛車のスタートですね。角道を止めないのが大きなポイントですね。で私の方はね8四歩、ここでね、7五歩で石田流三間飛車がはっきりしていますので、いくつか対応策があります。一つがね、6二銀と上がって7八飛車に、6四歩といった感じでね、ある程度穏やかに対応する。この場合ねもしかしたら先手の方が6六歩と止めて、持久戦模様に、進むことも考えられますね。本局はもちろん4四歩からのね振り飛車もあるところなんですけれども、私は8四歩と突きまして、7八飛車に8五歩と。これはね数ある石田流早石田のね形に対する対策の中で一番強気な指し方で、こうやることでね先手が6六歩とついて7六飛車と浮く形がやりにくいんですよね。というのも6六の瞬間に8六歩とつけるんでね、先ほどの形ですと飛車先は伸びてないんでね7六飛車が後からでも間に合うんですが、2手早くね飛車先の方早くつくことによって6六歩とね先手の方が止める手を、防ぐことができるということでね、強気な手です。ただしね、実戦に見られるように4八玉6二銀、3八玉4二玉で、この時に7四歩というねやはり飛車先の歩に2手かけてますから、6四歩から6三銀とかね、あるいは玉を寄って固めるという手が遅れてる分ね、先手の方がアグレッシブにね攻撃的に来る手がね発生します。これは将棋の面白いところですね。この7四歩はねもちろん行かずに、2八玉とか、7六飛車とか浮いて指し方も有力ですね。はい、7四歩に対して同歩ですと2二角成同銀5五角と、これはもう一発でノックアウトですね。飛車銀両取りを防ぐ手段がありません。ですのでね、何気ないというかね、7四歩の回戦ですけれどもね、受け方を間違えると大変ですね。でここで7二金と、これが、早い次第に対する部分的な受けの定石ですね。7四歩とついてきた時に、ちょっとね王様と反対方に金が行くんですけれども、金銀の厚みで、飛車を抑えるということですね。で7二金に対して、7三成同銀と。金銀が非常にしっかりしてますからね、2二角成同銀5五角と打ってもね3三銀と受けておくぐらいで、ここの形が硬くて攻めきれない状況ですね。ですので、後手も先手もね7六飛車と浮いて、金銀を偏らせたんでね、それをどう見るかですね。この金銀が働いて飛車を圧迫する展開であれば後手がまず逆にこの金銀がね、玉とバラバラになって遊んでしまえばね当然先手が優勢になるということですね。で7六飛車という手はね、例えば3二玉ですと3六飛車のような手を狙ってますね。こういう展開になりますとね、金銀がこちら側に行った手をなんていうんですかね、逆にあまり使わせないで右辺で手を作ってしまおうと、結構油断ならない手ですね。ですので私は7六飛車に対して8八角成とね、変えてしまって同銀に3二金と上がりました。2二角と打たれても3三角と合わせればね一瞬ハッとしますけど大丈夫です。こうやることでね3六飛車には3三銀で受かるということですね。で先手は7八金、そして、3三銀と上がりましてね、局面が落ち着くまでは、後手としては慎重な手順が必要ですね。やはり金銀をしっかり押し上げて隙を先手に与えないというのが、テーマになります。
そして、先手が6六、7七銀とね上がりました。そして後手6四銀と、この銀が後手としてはね期待の一手でね、本譜に見られるように飛車をこう圧迫していきたいんですよね。対局編の時も言いましたけどね、7一角の手はちょっとこれ一瞬ねハッとするような手でね、同金同飛車成となれば、先手が大優勢なんですけれども、9二飛車とひょってね我慢しておけばね、これ以上はないと次7五歩から角が取れるんでね、これはちょっとハッとはしますが先手の無理筋ですね。実戦はここで6六とついたんですけど、この手はねどうでしたかね。ただ6六銀と上がっても5四角と打つ、この形ね、銀と角の形の組み合わせぜひ覚えていただきたくて、この手結構嫌な手なんですよね。飛車がねよく見ると非常に狭いと、引きますと7六ですしね、浮いても7三歩でね取られてね、7三金ですか、すみません、7三金と上がって飛車を引いて7六ですね、捕まっちゃうんでね。ですのでこう逃げるしかないですけど、端を突くとね、これは相当飛車が窮屈。やはり左でね7二金と上がらせてね、守りの金が上がって、もう先手としてはね気分はいいんですけど、こうやって圧迫されていくっていうのがね一つ課題なんですよね。実戦の6六歩は5四角と打つとねこれでもあるんですけど、これに対しては多分おそらく6五歩とねついて、同角なら6六飛車という感じで少しね歩を犠牲にして、軽く指そうという狙いですよね。もちろん5四角もあったと思います。実際7五歩と抑えまして9六飛車、9四歩もあるんですけどね、これですと6五歩とついて、同銀で一歩得できるんでね、これもあったと思うんですけれども、同銀に3六飛車とか2六飛車とか回るような乱戦でね戦おうってことでしょうね。実際は3二玉と9四歩を後回ししておりました。で3二玉として6八銀、ただこの手はね非常に参考になる手ですね。すぐついてもやっぱり一歩ね損しちゃうのが、できればこの方ね不損なく突きたい先手ですよね。で2八玉とね後手が囲ったんでやりたいんですけど、そうするとねここに角打つような手がありましてね、両取りで受けるとしたらこっちに角打つしかないんですけど、5五銀のような感じで、これは先手が困るでしょうね。作られちゃいそうなんでね。ですので動かすのは難しいんですが、6八銀はこれはね柔らかい手で、実戦見られるように7七桂と飛ぶ手と、あと6七銀と上がる形がね、金と紐がついていい形なんですよね。で6八銀に対して、私は4二金とかね上がって、ただ私もこの4二金でね局面形がね安定しました。そして7七桂9四歩、そうですね、玉が安定したんで飛車をゆっくり追いに行きました。そこで先手は6五歩とね、これで先手も桂馬の紐がついてますからね、歩を損しないでね飛車が楽な形になったんでね、5五銀に対してね、実戦は、2六飛車とね脱出して、これ5六とつくと9五歩で困っちゃいますね、飛車取られちゃうんで、ちょっと先手やはり正直先手がかなり、この辺り苦労してはいるんですけどね、飛車のが圧迫されて、で、8四飛車と吹きました。ここはね、この辺りから私ね、実戦の時も長考して難しかったですね、指し方ね。4四角と打って飛車をいじめ切れればいいですけど、3六飛車とかやられて、3五歩だとまた2六飛車でね、これもあったと思うんですけど難しいと。で、実際の8四飛車はね、飛車の横利きを通してね、少し飛車を楽にしたんですけど、実際に5一角と打たれるような傷も出るんでね、善悪は微妙でしたかね。実際はこの8四飛車に6七銀と上がりまして、1四歩ね、様子見ですね。この様子見は結構価値の高い手でね、1六と受けたりすればね、飛車が行ってね、1六に寄る余裕がね、なくなるので、この付き合いは先手にとって、損でしょうね。ということで、勝負手ですね、5一角。これはね、ただ、厳密にはちょっと無理筋ですけどね、多分ね、無理筋だろうと思いますけどね、ここで打ってもすぐ取られちゃうんでね、ただし現状飛車が抑え込まれそうでね、5六とついても引かれて、結局飛車が窮屈なので、先手としては抑え込ちょっと作戦負け気味なところで勝負手でね、いつでも4二角成で王様を薄くする手を見せてね、後手プレッシャーかけてますね。で、5一角に対して7三桂と飛びまして、そこで8六歩、この手は先手の方としては組み合わせとして狙いでしょうね。で同歩に8五歩と。同桂は飛車取られちゃうんで大変でね、ここも迷いましたけどね、8一飛車ですと角を切ってから飛車を回るような感じで、この桂頭の傷が残るんでね、実際は7四飛車とこちらに寄りました。それに対して8六飛車と。先手もここまでね、もうやっと飛車が歩の裏側に戻れたんでね、一安心ですが、5二金と
よってね、その代わり角を捕獲して、私の方にも主張がありますね。で3三角成同桂、ここで角銀交換ですね。そして、5六歩と、飛車が脱出したんで銀を追いやすいですね。で4四銀と、引きまして、さあここですよね。ここまで押したり引いたり、角銀交換で後手が駒得ですけど、陣形がやや薄いんでね、どうですかね、ここはいい勝負だと、銀を打っちゃう手もあったと思いますね。6一銀とね、ただ6二金右で金と両替した後がね、意外と難しいですかね。ここに金打つ手で一応飛桂取れそうなんですけどね、ただ飛車回られてみると、桂を取るとここに角ってね、桂馬を取ると香角で取り返されちゃうんで、見た感じちょっと重いですよね。ですのでちょっと6一銀も当然ね、先手の方も考えたと思うんですけど、効果が薄いと見たんですかね。やはりちょっと角銀交換大きいですかね、冷静に見るとね。2八玉とか寄って銀上がれればいいんですけどね、この瞬間が危ないですよね。何かもしかしたら7六歩で同銀6九角のようなね手が来るかもしれない。ただ同飛車で勝負してどうかとかね、後手の形も飛車には弱いんでね、なんかにか4八銀上がっとくとかね、4八金上がっとくとか、金上がるような手はありますかね。この手結構ポイント高い手なんで、こういう感じもあったと思いますね。実戦は8四から動いたんですけど、これがねあまりうまくいかなかったんですよね、先手の方ね。8四、これ手筋でね、2人下に歩出されるのはちょっと後手もきついのでね、8五歩と反発して同桂に8四飛車。ただこれがテクニックでね、この時にこう取るのがね、これ同桂で取っちゃうと同飛車でね困っちゃうんですけど、こう取るとね桂馬を取れば飛車が取れるということで、中級者以上の方には当然のテクニックですけれどもね、一瞬ハッとする、知らない方にはぜひ覚えていただきたいテクニックですね。そして8四飛車でね、これで意外と桂馬を取ると飛車取られちゃうし、ほっといたら桂馬で桂馬損しちゃうんでね、ちょっとこれで8四歩がね無理筋というかね、やや、後手に傾きましたかね、形勢がね。実戦は7四歩で、これも手筋ですね。同飛車なら7三桂成から飛車が成ってうまいんですけど、8五桂とね、桂馬をね手順に逃げれますからね、実戦7三銀は桂馬を損した以上はね攻めていくしかないんですけれども、同金と取りまして、同歩成でね、それなりに大きい、金なんですが、やはりこの辺の桂馬と金が持ち駒の銀桂に乗ったような感情なのでね、ここで4五桂と反撃に出ました。これいい感じですよね。こちらである程度と儲けてね、駒を蓄えての反撃なのでね、リズムが後手ととってはいい感じ。実戦は4八銀と、ね、鳴らせないようにしたんですけれども、こういういろんな手があるところですけどね、5七銀と、もう露骨にね、4六歩と突けば同銀成用意しつつ、やはり美濃がね、完成してないのでね、非常にきつい、意外にね、シンプルですけど厳しい手。で、5九銀とね、これ、屈伸の受けですよね。同銀は同桂成で来られちゃいますし、取って5九角、次4八銀成同金、5九角のような手がやられちゃうとね、もういっぺんに詰めろ飛車取り級の攻めになっちゃうんでね。ですので、5九銀は受けの勝負手なんですが、ここでね、いろんな指し方があるんですけど、次の手が結構ね、勝着になりましたかね。3五歩とね、実際でも言ったんですけどね、もちろん豊富な持ち駒を持っていて、いろんな攻め方あるところ、例えば2五桂とか数を足して攻める手もあるところなんですけれども、盤面上、しかもね、歩を使うっていうのが、効率がいいんですよね。持ち駒を温存して、しかも歩の攻めっていうのはね、先ほどの通りに言ったんですけど、コストがかからないので、こうなってしまうとね、根元の桂馬取る手もないですし、次ね、実際の時の3六からの攻めがきつくてね、これではっきりしましたかね。こちら破ってますけど、本陣に迫ってる後手の攻めの方がきついですよね。実戦は7四とね、同飛車なら8五飛車ですけど、8飛車と冷静に逃げて、やはり桂馬まだ取れないんでね、7五と引いてね、これも着実な手なんですけれども、7五の瞬間に3六と、急所の攻めが来ましてね、同歩に3七歩と打ちましてね、同桂は同桂成の上にもう一回おかわりしていけばね、きつい攻めになります。で、2八玉と、かわしたんですが、2四桂とね、やはり鎖火が一発入っただけでね、次桂馬飛ばれちゃうときついんで2六金とね、この一手の、受けなんですが、6九角とね、ここはいろんな手があるところです。もう角をここから打って切っていくようなね、なんですか、もう激しい手もあるんですけど、これが一番なんていうんですかね、
安全かつ着実でね、この金、いつでも切れますし、この歩をね、こう取るのがやっぱりきつくて、これは受かんないんですよね、こう角成図がね。こうやっても、同銀で取られた時に、こっちの銀で取れないんでね、金で取っちゃうと王様の脇が空いてね、切って詰まされちゃうということで、受けがない。実戦は6九角に5五歩とね、これは飛車の浮きを通して最善の粘りなんですが、4七角成となって、4八歩に3八角。これいろいろなところですけどね、もう寄せ小速に入ります。馬を取れば4九角成。同金なら詰みなので3九金ですが、2九角成と剥がして、同金、同馬、同玉。これで金が2枚あると簡単ですけど、金桂なんでね、一瞬こう、駒がちょっと足んないぞという感じなんですが、ここもいろいろありますけど、4六桂とね、打って、これは受けがね、ないですね。駒のなだれ込みがあるのでね、次歩成って詰み。1六とつけば、もうちょっと粘れますけど、歩成って王様上がって、端歩をつくか、仮に桂馬になってもね、どうですかね、角2枚では後手の王様全く攻めがなくて、先手の王様はね、桂馬がまた飛ぶ端つくでね、攻めが切れないので、受けがないですね。実戦は、5六角と打ったんですけれどもね、これは3八歩成からね、詰みが生じました。同角、同桂成、同玉。それでね、3七歩と、打ったところで、先手の方の投了となりました。以下は王様をね、王手で逃げるしかないですけれども、4七に上がってね、一見こっち行けそうですけど、3八角で、これね、ぴったり詰んでるんですね。で、4九玉も3八金。こちらに右に逃げる手もね、3八金とペタッと打って、王様上がって、最後はね、今入手したばかりの角を2九角と打てば詰みということで、投了もやむを得ません。いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋大勢指しました対局の解説編をお届けいたしました。石田流三間飛車に対してね、金銀の厚みで、ね、対応しましてね、やはり、三間飛車に対してさばかせないというのがね、対策ですよね。さばかせたくてさばかせる方はね、いないと思うんですけど、どうしてもね、先手のさばきにはまって、術中にはまっちゃうとね、苦戦になってしまうので、本局はね、そういった意味では、うまく抑え込むことができて、最後は歩の攻めでね、先手玉を攻略したという将棋でした。ぜひぜひ皆様の実践の参考になればなと思っております。